おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。質問&リクエストフォームから取り上げます。エピフォンのビオラベースを使っています。これは0フレットがあるのですが、開放弦のビビリ音がひどくなってきました。ネックはストレートです。弦高が低いのかと思い、ブリッジを高くしてみましたが、ビビリは収まりません。原因として何が考えられますか？教えてください。はい、というご質問をいただきました。ありがとうございます。まず最初に原因を言いますと、おそらく0フレットの高さが低いために、開放でのビビリ音がひどくなってきているんだと思います。あくまでネックはストレートですっていうような、これが本当だとしたらですよ。まず、ナットの溝の高さ。要は0フレットといえど、ナットの溝の高さと一緒のことですから、通常のナットの溝の高さについて説明します。前にもお話ししましたけれど、ナットの溝の高さというのは、1フレットに対して微妙に高くないといけないんですね。高すぎてもダメですし、低すぎてもダメですし、同じでもダメなんです。場合によっては、その人のリクエストによって、ナットの溝の高さを1フレットと同じか、それよりかもう少し低くしてくれっていうようなリクエストもあったりしたので、その人の好みによるんですけれど、基本的なセッティングの仕方としては、ナットの溝の高さっていうのは1フレットに対してごくごく微妙に高くないといけないんですね。私が見てきたその0フレット仕様のベースなりギターなりなんですけれど、全部のフレット、要は0フレットも含めて全てのフレットが同じサイズ、同じ高さのフレットを打ってあるケースが非常に多いです。これが何を意味するかっていうと、ナットの溝の高さが1フレットと全く一緒ってことになりますよね。本来だったら0フレットは多少大きなフレットを打ってあげたいところが、そもそも開放でのビビリが出やすいっていう仕様になってるんですよ。で、バイオリンベースなので、バイオリンベースとかって結構弦高を高くするじゃないですか。あんまりね、開放でのビビリっていうのは影響はしないんですけれど、弦高を上げさえすれば1フレットに当たってビビリ音が出るっていう開放でのビビリ音っていうのは軽減されますから、おそらく0フレットの弦が乗っかる部分が摩耗してきて少しね低くなってるんだと思います。推測ですけどね。でね、さっき多くの0フレット仕様のベースなり楽器は全部のフレットが同じものを使ってるっていうふうに言いましたけれど、0フレットだけ1フレットより少し大きなサイズのフレットにしてるものもあります。で、私が0フレットだけ交換したいっていうような依頼があった時には、必ずこちらの1フレットよりかは少し高めのフレットを打つようにしてます。で、あとその他に考えられることとしては、0フレットの高さに問題がないとしたら、ネックはストレートですっていうふうに書いてあるんですけれど、見かけるのが、ネックがこういうふうにあって、2、3フレット付近から微妙にこういうふうにね、逆反ってる場合があるんですよ。これちょっと極端に書いてますけれど、この部分がナットで、指板のエンド、ネックのエンド側から全体的にはまっすぐなんですよ。で、まっすぐなんですけれど、この付近からごくごく微妙にね、ネックがこういう風にね、落ち込んでるような感じ。そういう風な状態のネックっていうのを割と見かけることがあります。もしこういう風な状態になってたとしたら、1フレット、2フレットを弾いた時にビビリ音が大きいんだとか、もしくは開放弦で鳴らした時にビビリ音が大きいんだっていうようなことにつながります。これはね、ちょっと見慣れてないと非常に判断は難しいんですけれどね。こんなような原因も考えられます。はい。では次を行ってみましょうかね。いつも興味深い内容を楽しませていただいております。ギター、ベースのネジに関しての質問をさせてください。ネックなどの固定にアンカーボルトによる固定、折り目ナットとボルトの製品がありますが、メリットとしては抜き差しの繰り返しによる穴の崩れが
起きにくいことが考えられます。しかし、接触する面積が少なくなるようにも感じるのですが、これはデメリットになるのでしょうか。その他考えられるメリット、デメリットがございましたらご教授ください。こんな感じのご質問をいただきました。ネックジョイントの部分の話ですね。鬼目ナットとかっていうふうに言われてますけれど、事前にネジがこうズブズブっと入る部分ですねの部分に、こういうようなアンカーをねじ込んでおくんですね。でそのねじ込んだ部分に対してボルトをこうはめていくと。で通常はここは木ネジが使われてるんですけれど、こういうアンカーを入れることによって、ボルトが使えるようにするっていう、そういう仕様のことなんですけれど、まずこのご質問にあるこうネジを外したり締め込んだりっていう、そういう繰り返しによってネジ山が崩れてくっていうことは割とよくあります。木ネジの場合ですよ。こういうことが起こりにくくなるっていうことは確かにメリットの一つですね。接触する面積が少なくなるようにも感じるのですがっていうふうに書いてあるんですけれど、別に接触する面積は少なくはならないと思います。なぜ接触する面積が少なくなるようにも感じるっていうふうに書いてあるのか、ちょっとあれなんですけれど、もしかしたら鬼目ナットっていろいろ種類があるんですよ。こういう風なタイプの鬼目ナットを差し込んでしまうと、もし何も処置しなければつばの部分がこうやって出ちゃうんですね。これだけ空間が空いちゃいますからよろしくないですよね。つば出しがあるものでもここの部分を落とし込みにしてあげればぴったり収まるので、この質問者さんの方が言ってるところがこういうことなのか、もしくは単純にこのアンカー分だけ広く穴を開けなきゃいけないので、その部分と比べると接触面積が少なくなるんじゃないかっていうふうに思ってるんでしょうかね。ちょっとそこら辺よくわかんないですけど、別にそれほど接触面積は変わらないと思います。で、次にデメリットですね。たまにですけれど、このアンカーの部分自体が緩んできてスポッて抜けたりね、このボルトを一番最後まで締めてもこのアンカーごとぐるぐる回っちゃって、要はもうネジ山がもう完全に崩れちゃってるんですよね。そういう不具合を見かけることはたまにあります。そういう場合はアンカー抜いてから木で埋めて、でもう一回新しいアンカーをっていうか元のアンカーを埋め直すんですけれど、アンカーを適切に打ち込まないと、こうねじ込んで処置しないと緩んでくる可能性があるということですね。これは木ネジと一緒です。デメリットはそんなところですね。フェンダーのストラトのイングウェイモデルとかこういう仕様ですよね。製造上の手間から考えると、このアンカーの仕様にすることによって多少その精度というか時間と手間はかかってくると思います。大量生産の現場の中ではアンカーを打ち込む位置なんていうのはもう例えば変な話4本同時に、バーンと開けて絶対狂いがないようにいつも必ず同じ位置に開けれるようにしてるんだと思うんですけれど、普通の木ネジを打つのに比べると位置とかはかなりシビアにやらないとダメだと思います。ボディ側のね、このボルトが入るネジ穴の大きさにもよるんですけれど、こっち側が余裕があれば多少位置がずれようが余裕はできるんですけれどね。木ネジに比べるとこのボルトの場合はぴったりこのアンカーのこの位置と合ってないとこうはまってかないんですよ。でところが木ネジであれば多少この受け側のネジ穴の位置がこう少しねずれていようが入ってっちゃうんで、ボルト仕様にした場合にはかなり精度は要求されると思います。そうだ、マイクロティルト
システムでしたっけ？あれについてお話ししましょうか。フェンダーのストラトでよく見かけるタイプ。ネックプレートがこんなような形になってて、ここに小さな穴が開いてるんですよね。3点式のタイプで、ここに丸い鉄のプレートがあるんですね。このマイクロティルトっていうのは何かっていうと、ネックの仕込み角を、ネックのこの角度ですね。この角度を、自由に変えられるっていうシステムですね。ここに受け皿である金属製のプレートがはめ込んであって、でそこに対して芋ネジ、こっからこうねじ込んでいくことによってネックがこういうふうに傾くっていう、そういうシステムが、マイクロティルトですね。でそれの場合は木ネジじゃなくてボルトが使われてます。はい、ということでそんな感じですかね。最近ね、アップするスパンが非常に長くて、申し訳ありません。相変わらずですね、予約順番待ちがもう2ヶ月ぐらいになってまして、もうこれはずっと変わらないのかなっていう感じですね。ちょっとこれ以上増えると、嬉しい悲鳴もあるんですけれど、随分待たせてしまうので、本当に申し訳ないなと思ってます。極力、この YouTube の制作と修理のね、仕事を両立させていきたいというね、思いはあるんですけれど、相変わらず模索中ですね。いっそのこともうこの 1,2 週間は YouTube だけに使うとか、次の 1,2 週間は修理だけに使うとか、そういう風にしようかななんていう風にも思ったりしてるんですけれど、なかなかねうまくいかないですね。はい。ということで、今日はそんな感じですね。いかがでしたでしょうか？よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。